お尻のストレッチだけではなかなか座骨神経痛が改善されない方は上半身を見てください。はい、ストレッチ整体師のともです。今回はですね、座骨神経痛を治すために上半身もしっかりと見てくださいというお話をしていこうと思います。座骨神経痛やったら、お尻とかね、足の方を見るんじゃないのっていうふうに思うかもしれないんですけども、座骨神経痛であっても上半身からの影響で痛みが出てしまっている方がいらっしゃいます。なかなかお尻のストレッチをやっても治らない方はですね、今回の上半身のケアっていうのをですね、ぜひやってほしいと思います。それではですね、上半身を見る理由からですね、やっていこうと思います。これはですね、解剖学を見ていただいたら一目瞭然かなと思います。こんな感じです。こういうふうにですね、上半身の筋肉とお尻の筋肉っていうのはつながってます。その上半身の筋肉っていうのは広背筋っていう筋肉なんですけども、その広背筋が硬くなってしまえば二次的にお尻の筋肉まで引っ張られて硬くなってしまうわけなんですね。なのでお尻の筋肉が硬いとその下の座骨神経がぎゅーっと圧迫される形で神経痛が出てくるわけなんですけども、お尻のストレッチだけではなかなか足りない方がいらっしゃいます。そういった方はお尻のストレッチと合わせて上半身のストレッチもやっていかないといけないわけなんですね。なかなかお尻のストレッチだけでは改善されない方は今回のセルフケアを試してほしいと思います。今回大事なことというのはですね、お尻の筋肉と同時にですね、上半身の広背筋っていう筋肉も伸ばしていければより効果的に座骨神経痛を改善することができるということなんですね。では実際にどういうふうにやっていくのか、今からちょっと解説していきます。今回は右の座骨神経痛、この辺がね、お尻が痛いとか太ももの裏が突っ張るとかっていう感じで右の座骨神経痛が出てるということを仮定してお話を進めていきます。なのでまず右のお尻の筋肉を伸ばしていくということをやっていきます。右のお尻を伸ばす時っていうのは右をですね、こういう感じで4の字みたいな感じでかけていただいて、こうやって前に倒していくと。そうするとお尻の方がビーッとこうストレッチがかかって柔らかくなっていくわけなんですね。でこれと合わせてですね、同時に上半身の広背筋をストレッチするんですけども、もう一度ですね、解剖学のこの図を見てほしいんですけども、ここがめちゃくちゃポイントなんですけど、右のお尻と関係性がより強いのは反対側の広背筋、こういうふうに対角線につながりがあるんですね。なので右のお尻を伸ばすと同時に左の広背筋を伸ばしていきます。左の広背筋であればどういうふうにストレッチをしていくかというとですね、左の手のひらを後ろに向けて万歳します。で右手でこうやって前からですね押さえてもらって、右斜め上にこうやって引き上げる形で右手でですね支えておきます。でこの状態で、こっちはねそんな力入れずに支えておいてもらって、脇の下から覗き込みます。こういう感じ。こういう感じにするとこの脇の下からちょっと背中のあたりまで伸びてると思うんですけども、これで広背筋が伸ばせます。この時に注意点なんですけども、全体的にこういうふうに倒れてしまうとこの広背筋だけじゃなくて全体的に伸ばされてしまって効率が悪いんですね。なので広背筋だけ伸ばそうと思えば全体的に倒れるんじゃなくて、この左肩を外に出すような、こっちにね出すようなイメージでやってもらうとより伸びてきます。なので広背筋はこうしてこういう感じで伸ばしてもらうわけですね。そうするとここからこの背中の方まで伸びてきてると思います。これでバッチリです。これを合わせて同時にやると効果が倍増なんですね。ちょっと細かいポイントなんですけども、これを分かっておいてもらうとさらに効果的にストレッチできますので、ちょっとお伝えしていきます。右のお尻のストレッチなんですけども、こういうふうにかけてですね前に倒していくんですけど、倒す時に背中が丸くなった状態で前に倒すと全然お尻伸びてこないんですね。骨盤を立ててあげる、こういうふうに寝るんじゃなくて骨盤を立ててあげる、こういった状態で前に倒すともうこのぐらいの角度で伸びてきてます。お尻のストレッチに関しては骨盤を立てるということを意識してください。さらにですね、こういうふうに前に倒れて左の広背筋もねこういうふうに伸ばしていくんですけども、こういうふうにするとですね、こっちにおどどってこういうふうにねバランスちょっと崩しそうになるので、まっすぐ前に倒すっていうよりもちょっと左の足に向かって倒していくということをやってもらえれば体もリラックスしながらやっていただくことができるかなと思いますので、その方向を注意してやってほしいと思います。では今からですね30秒かけて僕と一緒にストレッチやっていきましょう。
はい、ではですね、右の座骨神経痛が出てると仮定して右のお尻、そして左の広背筋を同時に伸ばしていきます。右の足をこういうふうにかけていただいて、骨盤を起こした状態で前に倒していく。それと同時に左の広背筋を伸ばしていく。倒し方はまっすぐ前よりも若干左に倒していただくとバランスが取りやすいと思います。左の広背筋と右のお尻同時に伸ばすことによって効果が2倍にも3倍にもなっていきます。できる方は徐々に前に倒れていただいてしっかりと伸ばしていきましょう。こういう感じでやっていただければと思います。お尻のストレッチだけではなかなか改善が見られない方はですね、上半身の特に広背筋という筋肉も合わせてストレッチすることによって効率的にストレッチができるようになってですね、今結構辛い状態になっていると思うんですけども、その座骨神経痛も取れていくわけなんですね。はい、ぜひ試してほしいと思います。はい、今回の内容は以上になります。今回の内容がためになったと思っていただいたら、ぜひ下からですね、高評価とチャンネル登録をしていただいて、次回の動画もお見逃しのないように見ていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いできればと思います。ストレッチ整体師のともでした。またね。